その男は何も持っていなかった。たった一つの嘘以外は。華麗なる経歴詐称、繰り返される殺害予告、逆らう者は皆、ひき肉にしてある。童話の皮をかぶった完全犯罪の記録。国語対話、この後すぐ。皆様ごきげんよう。文芸バラエティ国語対話の時間です。ナビゲーターの MC です。解説担当の猫であります。今回は児童文学の得意点とも呼べる一冊ですね。はい。今回の課題図書は矢川澄子役長靴の履いた猫です。私も小学生の時に読みました。教科書の定番ですね。しかし MC 氏、例のものは準備できていますか？もちろんです。今回のイメージイラスト自信作ですわ。ご覧ください、この長靴を。これはただの靴ではない。有機的な皮膚と無機物が直結していますね。ふふ、わかります？猫の野生と革製品という文明の融合を表現してみました。実に見事な解釈です。まるで H.R. ギーガーのバイオメカニクス、あるいはマッドサイエンスによる生態兵器の悲哀を感じます。まあ、私の中のミューズが進化せよと囁いたんです。でもこの猫、読み返すと結構アグレッシブですよね。アグレッシブ？いや、生ぬるい表現です。学術的にはそうですが、解釈違いですね。ただの賢い猫がご主人様のために頑張るお話じゃないんですか？甘すぎます。私の定義を言わせていただければ、この作品は欧州を震撼させた完全犯罪の経典。完全犯罪？言葉のチョイスが不穏すぎませんかと？嘘、脅迫、不法侵入、そしてなりすまし。この猫がやっていることは、現代のコンプラ基準なら即万犯件のオンパレードであります。は？待って、それって普通に国際指名手配レベルじゃん。怖すぎ。ひー MC 氏、目が笑っていませんが、とにかく法的にグレーゾーンどころか真っ黒です。失礼、取り乱しました。でも確かに思い出しました。百姓さんたちを脅すシーン怖かった気がします。さよう。あれは典型的な情報操作です。言葉巧みに既成事実を積み上げる手腕。まさに先導のスペシャリスト。なるほど。かわいい猫ちゃんかと思いきや、とんでもない策士だったんですね。その可愛さすらもはったりに使う。これぞナロー系主人公も真っ青の成り上がりストーリーの原点なのであります。実態が気になってきました。それではページをめくって事件の全貌を確かめましょう。承知しました。猫の仮面をかぶった怪盗の手口解析開始です。ではあらすじを見ていきましょう。物語はある粉屋の主人が亡くなり、残された3人の息子が遺産を分けるところから始まります。冒頭から世知辛い相続トラブルですね。で、資産の配分はどうなったのでありますか？それが、長男は粉引き小屋、次男はロバをもらいました。でも主人公である末っ子がもらえたのはたった一匹の猫だけだったんです。うわー、完全に外れ枠です。初期装備が猫だけとは縛りプレイにも程がありますよ。末っ子が猫を食べてもすぐにお腹が空いて死んでしまうと嘆いていると、なんと猫が立ち上がり人間の言葉を話し始めたんです。来ました。動物型 NPC だと思っていたら、実は超高性能な自律思考型 AI だったパターン。これは界隈がざわつきますよ。猫はこう言いました。ご主人様、袋と長靴をあつらえてください。そうすればあなたがもらったものがそう悪いものでもないとわかりますよ、と。ほう、長靴を要求しましたか。予測歩行の獣が靴を履く。これは人間社会というサーバーにアクセスするための認証キーを入手したも同然です。
その通りです。長靴を履いた猫は森でウサギを捕まえ、それを王様のところへ持って行きました。デュッフッフ。ただの狩りではなく、最高権力者へのロビー活動に使うとは、兵隊の重要性を理解している猫ですね。猫は王様にこう言います。これは私の主人、カラバ公爵からの贈り物です。と。もちろん、そんな公爵はいませんけど。なんと、実体のないペーパーカンパニーならぬペーパー公爵。息をするように設定をでっち上げましたね。猫は、このカラバ公爵という架空のブランドで何度も贈り物を続けました。そして、ある日、王様と王女様が川沿いを散歩することを知ります。王女様。つまり、ヒロインの登場ですね。ここで、偶然を装った遭遇イベントを発生させるわけですか。ええ。猫は主人に服を脱いで川に飛び込めと命じます。そして王様の馬車が通りかかった瞬間、大声で叫びました。まさか、例の狂言ですか。助けてくれ！カラバ公爵が溺れている！泥棒に服を盗まれたんだ！本当は猫が服を石の下に隠しただけなんですけど。実に見事なマッチポンプ。被害者ムーブで同情を誘いつつ、貧相な服を王室ブランドの高級アバターに着せ替える。一石二鳥の作戦行動です。作戦は大成功。立派な服を着た息子は王女様の隣の席に招かれます。猫はその馬車の先回りをしました。ここからがこの猫の恐ろしいところです。単なる詐欺師ではなく、独裁的な情報統制官としての本性を表しますからね。猫は牧草地で働く農民たちに向かって鋭い爪を見せながらこう脅しました。来るぞ。王様が通るとき、この畑はカラバ公爵のものだと言え、さもなくばお前たちを切り刻んでひき肉にしてやるぞ。出たひき肉発言。完全にマフィアのやり口じゃないですか。コンプラ的にアウトですぞ MCC。 怯えた農民たちは王様にここはカラバ公爵の土地ですと答えます。王様は公爵、なんと広い領地をお持ちでと感心しきりでした。民衆を恐怖で支配し、外堀から埋めていく。この手腕、戦国武将や某国の将軍様も顔負けのプロパガンダ技術であります。そしと猫はついにこの土地の本当の持ち主であるオーガのお城へ乗り込みます。ここが物語のクライマックス、最終ダンジョンですね。しかし相手は魔法使い、物理攻撃では勝てませんが、猫はまずオーガをおだててライオンに変身させ、震え上がりながらもこう言いました。大きいものになれるのは分かった。でもさすがにネズミのような小さいものにはなれないでしょう。典型的な死亡フラグ建築。敵の全能感を逆手に取った教科書通りの心理戦術です。なれないだと怒ったオーガは自らネズミに変身しました。その瞬間、猫は飛びかかってパクリと垂れてしまいました。ボスキャラを開幕即死コンボで処理。バグ技スレスレの攻略法ですが、勝てば官軍。これで城の所有権が空白になりました。そこへ王様の馬車が到着します。猫は涼しい顔で、ようこそ我が主人カラバ公爵のお城へと出迎えました。殺害略奪不法占拠。やっていることは凶悪犯ですが、王様視点では感動のサクセスストーリーに見えているのが恐ろしい。王様は大喜びで末っ子に王女様との結婚を許しました。こうして元粉引きの息子は王子となり、猫も貴族として幸せに暮らしましたとさ。結果画面は S ランククリア。まさに嘘から出た誠。いえ、はったりで勝ち取った栄光ですね。物語としては痛快で美しい知恵の勝利ですが、猫さん、なんだか顔色が悪いですよ。私の脳内シミュレーターがこのサクセスの法的経済的リスクを計算してしまい処理落ち寸前です。ふふ。ではその警告音の正体を確かめに行きましょうか。魔法が解けた後の現実について次のコーナーで検証します。望むところであります。
夢のない現実の扉、開けてやろうじゃありませんか。さて、ここからは冷徹に行きます。ところで私気になります。おや、何ですか？やぶから棒に。この猫、やってること全部犯罪じゃん？嘘と暴力で成り上がるとか、コンプラ的にアウトすぎでしょ？ほほう、現代の刑法で裁きますか。ゾクゾクしますね、その冷たい視線。まず、カラバ公爵って身分詐称。これ官公庁への虚偽申告でしょ？詐欺罪確定じゃん。懲役何年コース？その通りであります。刑法第246条、詐欺罪。実体のないペーパーカンパニー、いや、ペーパー公爵で融資を引き出す手口と完全に一致。王女様との結婚も経歴詐称によるロマンス詐欺だよね。王室の危機管理ガバガバすぎない？王様の信用調査がざるすぎます。猫のハッタリという名の現実に国家中枢がハックされているのです。あと一番ドン引きなのが農民への脅し。ひき肉にするぞって、これ完全に反社のやり口じゃん。怖すぎ。第222条、脅迫罪及び強要罪のコンボですね。恐怖で民衆を支配する典型的なディストピア運営であります。失礼、取り乱しました。でも猫さん、極めつけはオーガの城の乗っ取りですわ。あれは M&A というよりは敵対的買収、いや物理的な捕食ですね。家主を食べてそのまま住み着くなんて、不動産侵奪にも程があります。遺体も残りませんし。法医学的には死体損壊も追加で。いやはや役満確定の犯罪カタログですな。 MCC、 これは素晴らしいピカレスクロマンですよ。本当にこれだけ法を犯してめでたしめでたしなんて、教育上よろしくないのでは？まさにそこです。なぜこの完全犯罪マニュアルが清く正しい学校の教科書に載り続けているのか？謎ですね。もしかしてこの物語を訳した作者の方に何か秘密があるのでしょうか？鋭い。実行犯を生み出した創造主のプロファイル。真相な解析が必要です。わかりました。では次はその創造主の正体に迫りましょう。深淵を除く準備はよろしくて。ではこの物語の背景にある教育現場の意図という名の闇を暴きましょ望むところであります。実行犯を生み出した黒幕、翻訳者の八重川澄子氏についてですね。う。はい、私も授業で読みましたが、八重川さんの文章ってなんだか独特のリズムがありますよね。読んでいて心地よいというか。お目が高い。それこそが八重川節。彼女は単なる翻訳機ではありません。異界の言葉を憑依させる巫女なのです。巫女だなんて。でも確かに猫が長靴をコツコツ鳴らす音が文章から聞こえてくるようでした。彼女は不思議の国のアリスの翻訳でも知られる日本のシルレアリスム界のミューズです。教科書に載るには少々属性が濃すぎますが。そんな高尚な方が訳していたんですね。でも先生はこのお話で私たちに何を教えたかったんでしょう？そこです。道徳の時間なら正直者がバカを見るなんて教えません。普通は金の斧のように正直さが推奨されます。そうですよね。嘘をついてはいけませんって習います。でもこの猫は嘘800で成功しました。つまりこれは特例措置なのです。学校教育が唯一製品ではなく生存戦略を教えるためのテキスト。生存戦略？ちょっと言葉が物騒ではありませんこと？教育学的にはトリックスターの物語と呼ばれます。力のない者が知恵とハッタリで強者を出し抜く。これぞ資本主義社会を生き抜くための隠されたカリキュラム。なるほど。先生たちは私たちに正直であれと言いながら、裏では賢く立ち回れと囁いていたわけですね。あや、MCC 何かスイッチが入りそうな気配が？は？それって教育として矛盾してない？正直者が損するシステムなら最初からそう教えなよ。
大人のダブスター、マジ無理。いえ、出た Z 世代の冷徹な正論。お手柔らかにお願いします、MC 殿。嘘も方便とか綺麗な言葉で飾ってるけど、要はバレなきゃ犯罪じゃないってことでしょ。コンプラ教育どうなってんの？教育委員会に通報案件じゃん。しかしですね、社会に出れば建前という名の嘘も必要スキルでして。失礼。少々熱が入ってしまいました。つまり、この作品は大人の階段への招待状だったということですね。さようであります。猫は裸の主人公にカラバ公爵という衣装を着せました。これは現代でいうセルフプロデュースです。それならわかります。インフルエンサーがキラキラした自分を演出するのと同じことですね。その通り。猫とは世界最古の SNS マーケティングコンサルタントだったのです。実体がなくとも見せ方次第で世界は取れる。今はこの時代ですし、私たちもこの猫から学ぶべき点は多いのかもしれませんね。ええ。ただし、やりすぎて炎上しないようリスク管理は必須ですが。猫のようにしなやかにしたたかに。令和の世を生き抜くヒントは小学校の教科書にあったということですね。まあ、オーガを食べるほどの度胸は私にはありませんが。それではこのたくましい猫の物語をどう心に刻むべきか、最後にまとめましょう。了解です。エンディングのフェーズへ移行します。そろそろお時間ですが、最後に少し雑談をしましょうか。今日は実にカロリーの高い議論でした。特にひき肉にしてやるという脅し文句が私の脳内で無限ループしております。あれは衝撃的でしたね。令和の今なら、その瞬間を切り抜かれて拡散され、即日大炎上間違いなしです。間違いありません。しかし MCC、現代のネット社会という視点を通すと、この猫の評価は180度変わりませんか？どういうことですか？犯罪者予備軍という評価が良い意味で覆ると？その通り。犯罪スレスレの行動力。これを現代語では行動力お化け、あるいは圧倒的プロデュース力とよります。なるほど。確かに何の実績もない粉屋の息子を一流のインフルエンサーに仕立て上げたわけですからね。さよう。息子はいわば虚無なイケメン YouTuber。企画、撮影、編集、炎上対策、すべてを猫という敏腕マネージャーが担当したのです。そう考えると、息子が急に推しに見えてきました。猫ちゃんの推し活、愛が重すぎます。まさに尊い関係性。自分の命を懸けて推しを国王という頂点に導く。これぞ究極の古参広報彼氏面オタクであります。言い方。でも長靴や袋は推しを輝かせるための課金アイテムだったんですね。その通り。ところで MCC、このはったりで身分を作るという行為、私には痛いほど気持ちがわかるのです。おや？猫さんにも猫ちゃんみたいに経歴を持った過去があるんですか？実は2000年代初頭、テキストサイト全盛期に私は漆黒の打天使というハンドルネームで魔界の事情通を手取っていた時期がありまして。打天使？猫さんが？ネットという長靴を履けば新潟の理系大学院生も魔界の貴族になれたのです。これも一種のカラバ公爵現象と言えませんか？は？待って、それただの黒歴史じゃん。痛すぎ。中二病こじらせてんの？そう、その冷たい目、オーガに見下ろされた時の猫の気分ですぞ。失礼。あまりの衝撃につい本音が。でも誰にでもなりたい自分を演じる時期はあるってことですね。現代の SNS も似たようなものです。みんなフィルターという長靴を履いてリア充というカラバ公爵を演じているのですから。うわ、急に深いこと言いますね。もし現代にこの猫がいたらどんな SNS 運用をすると思います？間違いなくツイッターでハッシュタグ春のパン祭りならぬハッシュタグ王様のうさぎ祭りというハッシュタグを作ってトレンド入りを狙いますね。
そして川で溺れてみたっていうドッキリ動画を TikTok に上げてバズらせるんですね。しかしそこには冷徹なコミュニティノートがつくのです。米、彼は溺れていません。服は岩の下にあります。と。嘘が即バレる。現代のテクノロジーには猫の知恵も勝てないかもしれませんね。夢のない時代になったものです。やはり魔法やハッタリが通じるのは牧歌的な中世ヨーロッパの特権ですね。でもそんな何でもありな時代だからこそ、この物語はいつまでも面白いのかもしれません。確かに。コンプラも炎上もない世界で実力一つで成り上がるカタルシス。現代人が失った栄養素がここにはあります。リスナーの皆様も明日からは心に見えない長靴を履いてちょっと強気に出て出社してみてはいかがでしょうか。ただし上司をひき肉にすると脅すのだけは NG でありますよ。それは絶対にダメです。それでは今週の国語対話はこの辺りで。次回も文字の海でお会いしましょう。お相手は MC と解析担当猫でした。それではやん。